ガーディアン、ナインが一筋縄ではいかないことは私たちが一番分かっているわ。スリーの死によって私たちの故郷であるこの惑星が内側から崩壊していくのは見るに耐えない。物理の法則はもう当てにならない。気候、食料、地球における全てが影響を受けているわ。でも今トラベラーが再びシティの上空に戻り、崩れかけた世界が安定しつつある。相関は因果にあらず。トラベラーはナインに抗うの？苦痛を和らげるの？それとも悲しみを分かち合う私たちを抱擁するの？いずれにせよ、これで束の間の安らぎを得たわ。今私たちにできることは、ガーディアンとして太陽系の人々を守ることよ。まずは地球が回復するチャンスを得たことを祝いましょう。いや、ガーディアン。最近の僕はシティ探索を楽しんでるんだ。みんな優しいし、食事は美味しいし、まったく、君もとっても人気があるみたいだね。ケプラーではお互いに宇宙人だったからただの友人だったけど、ここでは大物だね。敬礼でもしないと。みんな優しいけど予言のことが気になってるみたい。そうだろうな。潜みし者曰く、外なるナインが現実世界を壊そうと太陽系に出没しているらしい。彼らは太陽系から抜け出そうとしてる。時空の構造を歪めることができれば不可能じゃない。彼らの侵攻を許しちゃダメだ。再三滅亡の危機を君に委ねるのは悪いけど、君にしかできないことなんだ。いずれ武器と死者として外なる者と対峙する。その時が来るまでは僕たちがいるべき場所、前線でやるべきことをやるしかないんだ。僕は生きているうちに世界の終わりが訪れると思ってた。ワシントンかモスクワにいる誰かが爆弾を落とすんだって。そして轟音とともに地平線から大きなキノコ雲が僕の方に向かってくるんだ。太陽が世界中で花開く最後の日、これにて終了ってね。ル・モンドゥ・セ・モア。世界は私と共に死ぬ。だけど世界の死と人の死は違う。スリーが死んだせいで地球は死にかけている。地球が死んだら全てが灰になって宇宙に散ってしまうのか。違う。僕は自分の世界の終末を追い越してやってきた。でも僕は電話に出た。ゴーストは君を選んだ。地球の長寿を述べるためにここにいるんじゃない。全てが灰になるのを黙って見ているのはごめんだ。何が起ころうとその先どうなるか知っている。どんな週末にも明日は来る。シュール君はこの場所を永遠の空間と呼んでいる。昔からそう呼ばれてたらしい。永遠なる永遠の空間。まったくナインらしい場所だよ。でもこの場所は今まさに創造者たちによって崩壊させられている。もし永遠の空間でさえ永遠でないとしたら、でもそうなったらシュールはどうなる？あの馬も。そういえば馬のことは知ってる？まあ気にするな。ナインは自ら創造した永遠なる空間を崩壊させようとしている。それならなぜそう呼んだ？死者、そして武器、時を超越する僕たちの役目、全てが崩壊しうるのなら、僕たちの役目はまだ決まってないのかも。全能なる神々にも限界があるとするのなら、僕たちにだって永遠を変えることができるのかも。6だけではこれだけの食のエネルギーは出せない。5の助けか許可を得たはずだ。
これだけ木星に近ければファイブと連絡が取れるはずだ。彼の動機を探ろう。長きにわたる沈黙による統治、我が不屈の重力、完璧なる軌道、高潔なる質量、そして奇なる振動、ささやき、群がる虫のような勇敢性の、そう、必要不可欠、取るに足らない許容範囲。あの時まで廃墟のトラベラー、奇妙なアトラクター、大いなる知性の引き寄せ、増加する歪みの反応。そしてスリーは裏切られ破壊された。今こそ宣戦布告をする時が来たのだ。我が時空は汚染された。月は腐食し、軌道は歪み変わり果てた世界。残された選択肢は二つのみ。知性からの脱却、あるいは破壊。ファイブがいなくなるのは大いに結構だけど、物理法則が崩壊するのは困るからね。行かせられないよ。幸い9は分刻みではなく正規刻みで動く。彼らが脱出する頃には僕らも準備ができてるはずだ。ネススは制御下にあるけど、コンダクターがヴァンガードの懸念であることに変わりはない。潜みし者によれば、亀裂から逃れた彼女のベックスはナインに加わっている。彼女は指令の残響の制御を失いつつあるわ。彼女の信号からすると、どうやら必死になってベックスネットでパートナーを探しているみたい。自分の堕落に気づいていないのよ。私たちは皆何かを失っている。ザバラだってやっと数世紀前の傷と向き合うことができた。でも私たちを守るためなら彼は同じ苦しみを背負うわ。ロディは故郷を全て失った。マヤと同じように。にもかかわらずその記憶が失われないよう語り継いでいる。一方でマヤは太陽系を見捨て傲慢の炎に焼かれている。でも彼女の信号が鈍くなっている。周りの超因果の反応がまさに消えかけているの。マヤは動いていない。ベックスネットワークを出るのね。一体何を残したの？さて、かつての敵が太陽系で野放しになっている今、我らはどうすべきか実に悩ましいものだ。シブアラスは私が叫びの海に捨てた玉座の残骸を奪還しようとしている。それを見越して仕掛けておいた罠に彼女はかかった。だが亜空間からささやくような警告が発せられた。罠を突破されたようだ。ハイブの先進は失った玉座を見つけたが、今のところ制御できていないようだ。つまり我らにはまだ作戦を練る時間がある。だが彼女にばかり気を取られてはいけない。オリックスの残響が破壊されてからというもの、サバスンの行動がもはや読めなくなってしまった。彼女が残した波紋を後になってからようやく感じるのだ。おそらく彼女は狩りをしている。私と同じように、私はハイブの思想を取り入れ、その力を得た。私は今でもハイブの神なのだ。私が復讐の神である限り、私と彼女らは今なお姉妹だ。戦争と狡猾の終焉を見届けるのは
私自身の選択だ。戦争を終わらせ狡猾を打ち破ることが私が自ら背負うべき責務なのだ。だが私は一人ではない。私は現実世界をこじ開け、ナインから秘密を引き出し、それは彼らがかけた呪いだということを知りました。私はあるものを欲しています。必ず必要なもの。容易には手に入らない。それを求めれば、私が帰還できる保証はない。リーフの青君を再び置き去りにはできない。しかし、私の望みを他の者に託すことなど。ですがガーディアン、あなたなら、あなたはいとも簡単に不可能を可能にします。私の手中にある勇敢な戦士たちの中で、理想に最も近いあなたなら、存在の果てを生き抜けるやもしれません。あなたなら、成果を届けてくれるかもしれない。でも本来行くべきなのは私です。あなたには銀河の運命が託されているというのに、また支離滅裂なことを。これもまたナインの計画なのやもしれません。いいえ、必ず道を見つける。私が帰らなかった時のために、私の選択を伝えておきます。あの地で、源流からはるか遠く離れた川で、スジュール・エイドは生きています。お前との再会を歓迎するぞ、ガーディアン。お前の光は玉座の世界にも浸透している。お前もこの者のように神について学んでいるのか。かつてのハイブの神々はこの者たちのように変わってしまった。邪神は果て、ウィッチクイーンはその深い死の恨みから脱出の道具を生み出そうとしているのだ。トロバトルを語はバラントの首を絞めるシブアラスの鍵爪がいつの日か緩み始めることを夢見ている。戦争を目撃する。願わくばそこから平和を学ぶために。この者は空が内包する数々の哲学をたっと光栄に思っている。お前の運命が重荷にならないことを願っている、ガーディアン。また会える日を楽しむぞ。ナインは潮のように満ち引きする。僕と彼らの関係性は変わってしまった。これから変わる。変わりつつ。ごめん。僕は1960年のサウスダコタ州アレンから10マイル離れた場所にいる。おやつみたいにヨウ素錠剤を食べながら渓谷に現れた船に乗り込むんだ。宙に浮かぶコインのように身が軽い。地震の後津波が来る前の砂浜のように。心配しないで、僕はここだ。一緒にいる。僕は1929年のウィスコンシン州マディソン市にいる。服用機の美しさに感動してるんだ。空を飛びたい。そう思うんだ。ナインが戻ったら阻止する。時を超えて引き延ばしても僕は学ばないと思っていたか。理解できたんだ。無限を手中に収め、永遠を1時間に収める。ほらね、1962年ウィスコンシン州ロディ市。
僕は繁華街で池のカモに餌をやる。車でここまで来たんだ。寒さで手が痛い。隣にはベンが。今から何年も経って君はウェールズ語の悪態以外を覚え始めている。アクセントはまだ改善できそうだ。どこにも行かないよ。また連絡するからね。心地よい静寂、平和な夜だな。私は何百年もこれを求めてきた。シティの平穏を。鉄は錆びつき、盾は砕ける。大義のために己を曲げる。いつの間にか背筋を伸ばしていたはずの自分を忘れてしまう。私は足元ばかりを見ていた。先のことさえ見失うほどに。大義というものが私を縛りねじ曲げた。だがそれが私を救ったのだ。もしその大義を下ろしてしまえば、もはや私は存在しなくなる。わかるか？私はここにいるのだ。この重圧こそが私だ。だが孤独ではなかった。サフィナ、ハキム、ケイド、アマンダ、タージ。失ったすべて、そしてすべての友が私の心に刻まれている。ニコラ、お前も信じてついてきたガーディアンもだ。消えはしない。たとえ責務を失おうと。絆、これが私の全てだ。感謝する。長年共に歩んでくれたことに、この重荷を背負ってくれたことに。お前は誇りだ。私の命は残り一つだ、ガーディアン。恐れはある。だが私は引かぬ。私は生きる。ザバラ、ガーディアン、何？時は来た、イコラ。お前とガーディアンを証人とし、私は称号と職務を正式に辞退する。イコラ、ヴァンガードは託した。お前以外にこの重荷を託せる者はいない。ケプラーに行った時に知ったわ。時の取り違えで3に司令官と呼ばれたの。私は結局こうなるしかなかったのよね。お前がはいと言わねばこれはならぬのだ。言ったでしょ。もう引き受けたわ。いい夜だ。やるべきことは尽きないが、少し付き合ってくれないか。友としてね。同胞ではなく。せめて私がここを去るまで。
変わらないものなど存在しません。違います？この先何が待ってるのでしょうね。共に判断しよう。我々次第だ。久しいな友よ。今回の小競り合いで我々は手を汚してしまった。そうだろ？彼らも我々との対峙が不可避だと気づいている。永遠なるナインなどたかが知れてる。誰だってそうじゃないか。彼らはお前が倒すドミノを並べ終えている。結末は私と共に光と暗黒の覇者たちが相まみえる。ついに決着の時だ。だからお前をもてはやし、自らの重要性を説いた。お前の暴力が必要なのだ。私の存在ゆえに。しかし彼らはお前を置き去りにして去ることはできない。8つの意識を引きずり戻すんだ。お前の最も得意なことをするがいい。自らの意志を貫くのだ。武器とはそのためにある。終わらせてこい。お前のやり方で。お前も心の奥底ではこれを求めていたはずだ。心配しなくていい。全てが終わっても私はお前を見捨てはしない。一息つけ。喉を潤し、新種を骨の髄まで染み込ませるのだ。さあ、飢えろ。今のはナインじゃなかったけど、君をよく知っていた。一体何者だったんだ？